皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、YouTube 上で政治的な発言を続けるには、一体どうしたらいいのかといったことについて少し考察をしていきます。まず現状の説明です。今、テレビで連日連夜、ある話題についての報道が続いています。しかし YouTube では、公式な通知として、その話題を取り扱う場合は、必ず広告を停止しますよということが通知されています。それに付随して、お隣の国や赤い旗の国の話などをする場合は、同じように広告が停止される可能性というものが非常に強くなっています。これらのことは、私だけではありません。このジャンルを取り扱うすべての YouTuber たちに同じように一律にかかっている制約です。もちろん、人によっては、なんでこの人はこれだけ厳しい発言をしているのに全く広告が停止されないんだろうという人もいます。ですが、全体に目が届かないから、一つ一つの審査に基準のズレというものがあるのは避けられないでしょう。ですから、規制そのものがかけられていないわけではないと思います。ただし、そのチャンネルの持っている影響力、そういったものを勘案して、より注意深く見られているという可能性はあります。その具体的な例としては、チャンネル登録者数の多い政治系 YouTuber である和也さんなどは、あの話題について話した動画はすべて広告が停止されているということを話していました。これは YouTube 公式の通知と全く同じ結果になっています。また、チャンネル登録者数の大小に関わらず、なんでこの動画が不適切に指定されているんだという訴えをされる方の動画というものも検索すれば次から次と出てきます。ですから、同じように苦しんでいる人というのは非常に多い現状なのです。こういった状況にあって生き残りをするためには、いくつかの方法があります。まず第一に、YouTuber の和也さんを例にとれば、何も YouTube だけに頼らない生活をするというのが一つの方法です。例えば、講演会を行うであったり、執筆活動で本を出したり、週刊誌などに記事を書いたり、そしてインターネット上の番組に次々と出演するなど、そういった収入の多角化を図るという方法もあります。また、カッパ園長さんのように有料チャンネルに案内するという形で YouTube に上げるのはあくまでも話の入り口ですよという、そういった YouTube の活用法を取る方もおられます。そして今回取り上げるのは WOKETV の WOKE さんです。ウォークさんも同じように政治的な話題を取り扱う動画が多いので、どうしても規制の対象になってきます。ましてや、ウォークさんの場合は、他の人とは違うマイナスの材料もあります。それは、お隣の国で行われているネガティブキャンペーンです。私が以前取り上げましたが、WOKETV のウォークさんを取り扱うニュース記事というものがあちらの国の中では普通に流れています。同じ国の人間なのに日本になびいて様々な動画を上げている。今の私の言葉を何倍にも増幅させた非常に見るのもきついようなネットニュース記事などが次々と上がるようなことが起こっています。そして、そうしたネットだけではなく、放送媒体においても WOKETV のウォークさんについてはやり玉に上がっています。ですから、ネガティブキャンペーンの結果として、他の人よりもはるかに多くの通報などが来ていると予想されます。こうした状況を打開するためにウォークさんは、ある一つの行動を取りました。それは、YouTube のメンバー機能というものを使うという手です。YouTube にはメンバーを集めるという機能があります。この機能は、有料メンバーに対して特典を用意することによって、チャンネルの投稿主とファンとの間をより深い絆で結ばせようという、そういった YouTube の機能ですが、他の人と一体何が違うかといえば、特典というものを用意するわけではなくて、あくまでも多くの人からの支援をもらうための、いわば投げ銭機能として使いますよということをはっきりとおっしゃられています。私はこの話を聞いたときに、これは非常にいいアイデアだと思いました。有料メンバーだけに動画を公開するという方式であれば、どうしても私はお金を払っていないし見れない動画があるのだかというところに非常に多くの人が不満を持ってしまうものです。YouTube というのは基本的にはお金を払わないで見ることができるのですから、お金を払わないともう見れませんよという一つのハードルができることは非常に大きなネックになるのです。そうした意味において、ウォークさんを応援したいという人だけがお金を払いますよ。ただしそれによる恩恵というもので、他の人と何か隔たりが起こるわけではありませんよというのは非常に良いアイデアだと私も思います。そして私はこのウォークさんのやり方というのを同じように踏襲しようと思っています。
私自身もこのメンバー機能を使うことによって、一体どんな特典を用意することが良いのだろうかとかなり悩みましたが、ウォークさんのこのやり方を見て、ああ、なるほど。あくまでも純粋にこの活動を続けていくことに賛同してくれる人、応援してくれる人の助けを得るということにもっと注目すればよかったのだと気づかされることがありました。今の YouTube というのは政治系の話題を動画にする人にとっては非常に辛い環境になりつつあります。YouTube としてはエンタメ系の動画を今まさに推したいのだなというのがひしひしと感じます。例えば、有名人やテレビタレントといった人がチャンネルを開設しましたよとなれば、1本2本動画を上げた瞬間にもうすぐに広告審査が終わっています。私などの経験から言えば、申請から本当に1ヶ月ぐらいはずーっと何の音沙汰もなく広告などは一切つきませんでした。それに比べれば、そうした注目度の高い人に対してすぐに広告をつけたいという姿勢を示すのは、まさに YouTube が今このジャンルを推したいのだというかなりの熱量を感じます。一方で政治系の話題を動画にするときには常に厳しい制約がかかっているということからもわかるように、YouTube としてはまあやりたいんだったらやったらぐらいのそのぐらいの扱いしかされていないのが現状です。そうした中にあって活動を永続的に行うためには支援する方というものの存在が欠かせなくなるのではないでしょうか。そうした考えもあり、私も用意ができ次第メンバー機能というものを利用しようかなと思っています。先ほども述べたようにメンバーとメンバーではない人の差というものをつけるつもりはありません。お送りする動画というものは皆さんが一緒に見られるものです。あくまでも私の活動に応援してくれるという人が支援する気持ちでメンバーになるという形を取ろうと思っています。皆さんにとってこのチャンネルがお金を出す価値のあるチャンネルだと思ってもらえるように、これからも活動を続けていこうと思っています。メンバーシップ機能を開放した際には、ぜひともそのことを考慮していただけると嬉しいです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。